西暦1867年、京都坂本龍馬らの奔走により大政奉還が成立。歴史はここで260年続いた江戸幕府の終焉へと大きく舵を切りました。しかし、もしたった一つのボタンの掛け違いでその歴史が覆されていたとしたら、ようこそ狂気のアナザーヒストリーへ。今回はもし明治維新が失敗し徳川幕府が現代まで続いていたらという世界線のお話をします。うわ、なんかめちゃくちゃかっこいいけど空気が重いのだ。そうね、ここは2026年の日本、通称ネオ江戸よ。私たちの知る東京とは違い、超高層ビルの全てに葵の御紋が刻まれているわ。葵の御紋って水戸黄門のあれ？ただしこの世界では家紋ではなく株式会社徳川の企業ロゴとして機能しているの。将軍は国家元首であり、世界最大の軍産複合体徳川コングロマリットの CEO でもある。この国は国民主権の国家ではなく、徳川家が全株を保有する巨大な同族経営企業なのよ。日本そのものがブラック企業ってこと？いきなりディストピアなのだ。その通り。まずはこの世界の住人の姿を見てちょうだい。ひえ、ちょんまげ、でもなんか光ってるのだ。これはデジタルマゲ、頭蓋骨に直接詰め込まれた生体認証デバイスよ。このマゲがないと買い物もできないし、ゲートを通ることもできない。ちょんまげがマイナンバーカード代わりになってるのか。しかもマゲの言い方や色で身分が一目でわかるようになっているわ。身分？まさか。そう、この世界では死の交渉が現代版にアップデートされて維持されているの。これがこの世界の残酷なカースト制度よ。まず支配階級である武士、彼らは徳川グループの正社員であり上級国民よ。唯一対等、つまり武器の形態と特権的な司法権が認められているわ。刀を持ってるサラリーマン、怖すぎるのだ。もし絡まれたらどうなるの？切り捨て御免、つまり正当防衛が極めて広く認められているわ。逆らったら終わりね。終わってるのだ。じゃあ僕たち一般人は？ノート公は徳川グループの下請け労働者、実質的な社畜ね。彼らには移動の自由がないわ。生まれた居住区から出るには通行手形、つまりビザが必要なの。おい、今日のノルマ達成したか？サボってると曲げのポイント引かれるぞ。ああ、隣の区画の祭りに行きたいけど手形の申請が半年待ちだ。旅行すら行けないの刑務所じゃないですか。効率的に管理するためよ。人間を部品として扱っているの。そして商、いわゆる商人だけどここでは少し意味が違うわ。御用商人と呼ばれる一部の財閥、三井、住友だけが特権を持っているの。幕府と癒着してエネルギーや食料を独占販売することで巨万の富を得ているわ。結局金持ちと権力者だけが得をする世界なのだ。食事とかどうなってるの？いい質問ね。この世界の食文化もかなり歪んでいるわよ。これが庶民の主食、バイオ江戸前寿司よ。うわ、ネタが光ってるのだ。これ本当に魚？もちろん本物の魚なんて高すぎて物しか食べられないわ。これは工場で培養されたタンパク質を 3D プリンタで魚の形に出力したものよ。味が想像できないのだ。栄養価だけは完璧に管理されているわ。これを合成種で流し込むのが庶民の唯一の娯楽ね。なんだか悲しくなってきたのだ。でも子供たちは学校とかあるんでしょ？あるわ。寺子屋 2.0 と呼ばれる教育機関がね。でもそこで教えられるのは読み書きそろばんだけじゃない。徹底的な徳川イズムよ。いいか、将軍様のおかげで我々は生きている。将軍様は神の化身である。復唱せよ。生まれた時から VR ゴーグルで幕府は絶対海外は野蛮という映像を見せ続けられるの。完全な洗脳教育なのだ。疑問を持つことすら許されないのか。そう、疑問を持つこと自体がこの世界では罪になるからよ。さて、ここからが本番よ。このネオ江戸の治安を守る最恐れの組織の話をしましょう。特殊治安維持部隊、通称 SHINSENGUMI 新選組よ。新選組、アイドルみたいな人たちじゃないの？この世界では幕府に急なす不満分子を狩るサイバー特攻警察よ。彼らの誠の羽織は最新鋭の防弾光学迷彩スーツになっているわ。街中に配置された数億個の監視カメラとドローンを AI が解析し、幕府への不満を口にした瞬間位置を特定して急行するの。思考警察みたいなことしてるのだ。しかも彼らが持っている捜査権限は御用改めという名の無制限の突入権限よ。御用改めである。ドアを爆破する。抵抗する者は切る。令状とかないの？むちゃくちゃなのだ。 AI が反逆の可能性ありと判定した時点で人権は停止されるの。捕まったらどうなるの？裁判くらいはあるんでしょう？甘いわね。重罪人はその場で切腹賞の主役に選ばれるの。切腹賞？まさか。そう、公開処刑がネットで生配信されるの。府警を働くとこうなるという見せしめとして
全市民のデバイスに強制通知が飛ぶわ。しかもその解釈をするのは人間じゃなくオートマチックの処刑アームよ。オートマチック解釈、吐き気がするのだ。これにより犯罪率はほぼゼロ。世界一安全で世界一息苦しい都市が完成したわ。こんなの嫌だ。海外に逃げたいのだ。ネットで助けを呼べないの？残念ながらそれも不可能なのよ。この世界でも鎖国は続いているわ。物理的な鎖国だけじゃなくデジタル鎖国がね。デジタル鎖国、まさかインターネットが使えないの？国内限定のイントラネットしか繋がらないの。 Google も X も YouTube も全てアクセス遮断されているわ。嘘でしょ。じゃあどうやって検索するの？幕府公認の検索エンジン目付けを使うしかないわ。例えば自由とか民主主義って検索すると検索結果は存在しませんって出るか、最悪の場合新選組に通報されるわ。検索履歴も監視されてるのか。もし裏技を使って海外サイトに繋いだら？ VPN を通そうとした瞬間に頭のデジタルマゲが異常発熱して脳を焼き切られるわ。物理的に死ぬのだ。セキュリティが殺意高すぎるのだ。海外の情報が入ってくるのは長崎にあるデジタルデジマのサーバーだけ。ここで幕府の検閲官が民衆に見せてもいい情報だけを選別して翻訳して流しているの。だからこの世界の日本人は海外では将軍は独裁者だと呼ばれていることも知らない。完全に胃の中の蛙なのだ。逆に海外からはどう思われてるの？それが皮肉なことに海外からは神秘のハイテク国家として恐れられ崇拝されているの。欧米ではジャポニズムという奇妙な日本ブームが起きているわ。独自の進化を遂げた謎の島国、侍とロボットが共存する理想郷だってね。実態はディストピアなのに勝手に美化されてるのだ。海外の富裕層は高額なツアー料金を払って観光特区である吉原岳を見に来るの。そこで見るのは演出された美しい日本。裏にあるスラムや監視社会には気づかないまま帰っていく。なんか今のインバウンド景気と似てて笑えないのだ。そうね、情報は統制され職業選択の自由もなく常に監視されている。でもその代わり餓死する人はいないし凶悪犯罪も起きない。徳川という巨大企業が社員である国民の生活を死ぬまで保障してくれるからね。究極の管理社会、自由なき平和ってことか。さてずんだもん、あなたなら治安が悪くても自由な現代の日本と自由はないけど一生安泰なネオ江戸、どっちに住みたいかしら？絶対に現代の日本なのだ。 YouTube が見えないなんて耐えられないのだ。そう言うと思ったわ。私たちが今当たり前のように享受している自由は明治維新で血を流して戦った人たちがいたからこそ存在している奇跡なのかもしれないわね。坂本龍馬さん、ありがとうなのだ。でも気をつけて、歴史のボタンが一つ掛け違えば明日の朝にはあなたのスマホも目付けに変わっているかもしれないわよ。いやあ、変なフラグ立てないでほしいのだ。それじゃあ今日はここまで。このチャンネルではこういったありえたかもしれない世界を観測していくわ。怖かったけど面白かったって人はチャンネル登録と高評価をお願いするのだ。あなたが見たい IF の世界があったらぜひコメント欄で教えてちょうだい。次回もまた別の世界線で会おうなのだ。ご視聴ありがとうございました。